皆さん、こんばんは。テレスなんです。ひまわりです。今日は白いアーマーを塗ります。はい。始まり始まり。さて、そう言って出てきたのは青。今回、下から青い光が当たってる体にしようと思ったので、今映ってたのはグレーで、ベースを塗った後にエアブラシで下からさっきの青を吹いて、当たりをつけてから白のハイライトを入れ始めてますね。はい。この白は以前のね鶴を塗った時と同じレシピなんだけども、前回鶴はもうちょっと白っぽくしたかったんだけど、かなりグレー寄りになってしまったっていうのがあって、前回鶴でレイヤー第一段階に使ってた色を今回ベースにするみたいな感じですよ。明るさを1段階上げてみたんだ。なのでまあ前よりは白くなったかなと思ってますね。これ今でも暗い色だよね。これ明るいハイライト入れてんねこれね。で、多分世の中のタイムラインを見ている限り、皆さんこの白スーツにかなり手こずられているような印象があります。同じもの塗ってる人？まあそりゃそうだと。ハイライトじゃないよね。これハイライトじゃないわ。これ影だなこれ。白のスーツはとっても難しいんでね。まあ別に私もそんな人に偉そうに講釈垂れれるようなもの濡れてるとも思ってないけども頑張ってみました。でこれまあ多分金属的なものでしょう、きっと素材がね。そうなるとまあやってることはまあ NMM 的なことになってくるんだけど、そうなるとまあ明るいところは思いっきり白まで持ってって、で暗いところはものすごい暗くするっていうのがセオリーになってくるんだけど、でもこういうなんていうのかな、白スーツであんまり黒まで持っていくとなんか汚くなるっていうか、なのでそこまで真っ黒までは持ってってないんだよね。かつその暗くするとこの範囲に相当神経質にならないとなんか変な仕上がりになるみたいな感じで、まあそこそこいいところに着地したんじゃないかなと思ってんだけど、こういうとこなんかをね、どこを明るくすればいいか暗くすればいいか分かりやすいんだけども、なんていうのかな、太もものところとかなんですか、扱いにくいよね。どう色を置けばいいのかななんてことを考えながらやってますね。これ同じモデルやってる人たちはみんなピンクのとかピンクなの？大体その箱絵に忠実でもないけども、ほぼ踏襲した感じで塗られてる人が多いなっていう印象。そういうのは見たことないな。これ元も子もないけどさ、エアブラシ使うじゃん。使ってまあ今回青い当たりとかやってるじゃん。これ全部エアブラシでいいやまあどうなの？この大きさだとできない。ちっちゃすぎてできない。いや、もしかしたらできるのかもしれない。海外の人ものすごい狭い範囲でピンポイントでシュッてやるから。ただね、うちにエアブラシのニードルっていうのが3本あるんだけど、大きさが3種類あるの。
1.5 ミリと2ミリと4ミリがあるんだけど、最初についてたのが1.5ミリで、1.5ミリって超細いんだよね。一番細いんじゃないかな、エアブラシ界で。で、すぐ詰まっちゃうんだわ。エアブラシ初心者時代に初めて使ったのが 1.5 ミリですぐ詰まっちゃって、えらい苦労したんで。で、その後4ミリを買ったんだわ。最初は主に最後の仕上げのクリアとか拭く、あと、最初のベースカラーを拭くのが主な用途だったから4ミリでよかったの。なんだけど、だんだんいろんなことやるようになってきて、ちょっと4ミリだとその1回で深さる範囲が広いのね。だから2ミリ買ったんだ。0.2 ミリ、失礼しました。0.2 ミリで、とりあえず今ほとんどそれで生活してるんだけど、もうちょっと狭い範囲拭きたいなって、なってくるんだわ。ところが最初に入ってた 1.5 ミリ、あれちょっと分かんなくなった。0.4、0.2 0.2 よりちっちゃいんだから。やっとハイライトになりました。とにかくその最初に入ってたいっちゃんちっちゃい、一番小さい針がなんだろう、曲がってんのかなんかわかんないんだけど、今使おうとしてもなんか噴射されないになっちゃって、使えなくなっちゃってる、なのでこのちっちゃいミニチュアの超狭い範囲、要するに極細で拭くっていうのがちょっとできない状態になってる。多分この今のエアブラシの後継のサイズの話は多分数字めちゃくちゃだったけど、多分皆さん分かってると思うんで。しかも私が質問したのと全然関係ない話された。いやいや、エアブラシで全部やればいいんじゃねえのっていう話なんでしょ。できませんよっていう話。そのつながりでつい最近、今日村上慶吾さんの最新の女の子のやつさ、もうエアブラシみたいな感じじゃない？もう肌とかもうすごいよね。ちょっと見てないけど、見てないけど、そうだね。で、ハイライト塗ってますね。でもさ、女の子キャラをさ、塗ってる人いっぱいいるじゃん。あれエアブラシでやってんでしょ？大体そうじゃない？ここまで小さくないか。こんなちっちゃいのはないよなかなかな。これまだリンボーのコンテストの締め切り前の録画なんだけど、公開された頃にはもう締め切り終了してるでしょ。どれぐらいの応募数なんだろうね。もう世界だから。いつなんかあるの？なんか発表的なこと？応募するじゃん。それをなんか見る配信とかなんかそういうのはなく、もういきなり結果なの？知らない。いや、そういうこと書いてないんだわ。そうなんだ。上位入賞者は、ホームページとなんとかっていう本が出るからそれに載りますみたいなことは書いてないけど、それがいつとかは書いてないのか、書いてあるけど英語で分かってないのか。そうですね。私さっきエントリーしておきました。うっかり忘れるとこでした。写真を作るの？何枚？1枚。1枚なんだ。1枚で決めるんだ。ベストアングル1枚で良いって書いてたよ。何枚も送ったらダメなの？それが怖いから、何枚複数送ってきたから四角いとかなったら嫌だから1枚しか送ってないよ。
他の皆さんつぶやいてない？一切なし。ゴムの人さんだけ。そうなんだ。完成の写真は載せてる人いるけど何枚送ったとか言ってる人がいないってこと？うん。いや、そもそもそれもそうだし、リンボのコンテストに出しましたって言ってる人一人もいないよ。日本語でってことだよね。日本語ではってこと。まあそうだね。うん。うん。この辺までハイライトが入ってくると、まあなんていうか報われてくるっていうか、まあなんか見応えがあるよね。うん、なんとなくその方針が合ってんのか間違ってるのかやっと分かるね、この辺までいくと。これ今すね塗ってんだけども、この辺はねちょっと自信あるっていうかね、うんなんかいい光沢出てる感じ出てんじゃないかなと思うね。なんかこれなんつうの、なんつうの、ボコボコがなくてさ、そう全部ツルツルじゃん。いやそうよう頑張ったよね。腕の見せ所だね、こういうところが。なんか参考にしたの？それとももういや今までの経験中かもうフィーリングだねこれ。こういう面できるとさ、ガンダムとかいけそうじゃん。確かに。最近多分見てると思うんだけど、タイムラインでさ、なんかガンダムのちっちゃいやつ見ない？見るでしょ。あれちょっと興味あるんだよね。あれかっこいいよ。あれのね、背後区がいいんだよ。背後区がさ。背後区ってこのやつ？そうそうそう。多分そう。手を背後区みたいにしてるけど。あれね、多分昔のね、144分の1の背後区のボックスアートのポーズなんだよね。同じにしてんだよ、多分ね。いや、その昔のエースめちゃくちゃかっこいいんだよ。海田先生が描いたね、ボックスアートね。なんかその当時のボックスアート風に塗ってみたいなってちょっと思ってんだよ。いよいよガンプラちょっとやってみようかなみたいな。いや、前から興味はあるけどね。大きさがちょうど良さそうです。もうこれ以上やめて。何を？物増やすの？これ奥さんあるあるの嫌な言い方ではないよね。もうさすがに本当に多いよね。6畳の部屋がさパンパンぐらいだよね。いやパンパンではないでしょ。じゃあ 5畳か。5畳ぐらい。パンパンってそれはあれだよ。言い方悪いか。勘違いされちゃう。いやちゃんと世の中の人よりは理解のあると思ってはいる。ある。ちゃんとね、欲しいもの、これ欲しいっす。いいんじゃないって。ほぼ反対しないよね。ほぼ反対しない。
あれなんだよね、塗るペースが遅いから溜まってくんだよね。ああ、追いつかないな。でもなんていうの、やっぱり出会いだから、もうその時買えなかったらもう手に入らないとかあるから、まあその辺の理解はしてるんだけどさ。まあでもガンダムに関してはね、そういうもんでもないんじゃない？割と買おうと思ったらいつでも買えるんじゃないのっていうとこあるよね。まあ少なくとも瓦礫よりは圧倒的に入手性が高いよね。あれ一時期ガンプラさ、なんだっけ、転売ヤーでなんかあったけど、まあな、品薄は品薄なんじゃないの？なんか聞かなくなったなと思って。聞かなくなったね。X のタイムラインに乗らなくなったっていうのが正解だけど。まあそうだね。そこしか情報源ないからね。で、さっきのね、ガンダムのやつね。まあそう、あれ固定ポーズなんだよ、多分。固定ポーズなのがいいんだよね。もう稼働じゃないってこと？そう。だからもう完全にミニチュアペイントやってる人向けじゃねえのって。あれさ、昔さ、もう20年前ぐらいとかにさ、うちらもガンプラ塗ってたじゃん。あれって動くやつだったの？あれは動くやつ。そうなんだ。ハマってね、2人でやってたよね。やってたね。あれは水彩じゃなかったよね、あれはね。でもね、水性ホビーカラー使ってたはずだよ。でも水性ホビーカラーって言ってるけど、まあ、こんなファレフォとか下出るみたいなものじゃないから、専用の溶剤だったけどね。ガンダムシードやってた時ぐらいだな。そういえば話が変わって申し訳ないんだけど、最近さ、プライマーでグリーンスタッフワールドの使ってたのに、なんだっけ、もうどこでもに販売終了して手に入らないって、だからなんかいいのないかってつぶやいてる人がいたんだけど、見たね。もうグリーンスタッフワールドあれも手に入んないんだ。うちにもあるよね。調べてないから分かんない。そんなテレスドさんのおすすめのプライマーって言って言えばいいの？下地って言えばいいの？今ね、AK のプライマーを主に使ってるね。おすすめっていうか、まあ私そんな違い分かってないんだよね。まあ直接買いに行けるところに売ってるから買ってるみたいな感じだよね。毎度おなじみボイラーさん。で、実は AK もあるし、グリーンスタッフもあるんだよな。あるね。ある。あれ？だからボイラーさんでも売り切れてんのかなと思って見てたけどね。そんなしょっちゅう買うもんでもないしね。でもあれ大ハンマー民だったらめちゃくちゃ使うべ。気になる方は下にボイラーさんのホームページ何個かちょこちょこあるんで、そこから飛んだらあるかもね。あるかもね。これは一番暗い色だったかな。かなり暗い色なんで慎重に。どっちかというと紫より？どっちかといえば紫より。今回は最後まで音声入りです。前回
そうなの？だってあともうあ、そっか、結構間が持った。前回はあまりにもつまらなすぎてつまんないってことはないけどね、変化がなくてな。うん。ほんと写経みたいだもんな。お経をずーっと写す。あ結構でも攻めたね。何がどういうこと？暗く。あ、色？うん。そうなの。さっき最初の頃さ、汚くなるからみたいなこと言ってたけど、いや、ちょっとここらが限界かぐらいなとこまで。ちなみに私はよく白い部分やるときは、ベースをウルシャングレー、下出るカラーのウルシャンにして、ハイライト白で終わらせちゃうことが多い。おお、なるほどね。まあものによるけどね、そのなんか汚い服だったらもっと汚くさせるけど、そうじゃないときはそういうのおすすめです。まああんまり影に入れないと写真撮ったときに全部飛んじゃうんだよね。まあ何に関してもどこまでやるかだよね。どこまで深く暗い色を入れるか。ただね、その海外の上手い人とか見てるとさ、こういう白い部分でもなんかあんまり暗い色使ってないように見えるんだけど、なんかすごい金属感があるなみたいな。今日も海外のさ、インスタかなんかで見てたけどさ、なんか最後にシャーってさ、なんかさ、すんごいハイライトとかさ、なんか急に色変わったりとかする入れ方するのにさ、最後にさ、エアブラシでシャーってやってなかったことみたいにしてずるーと思ってあれ、いや、それ結構特殊じゃないかな。うん。結構その、とりあえずがっつり、なんつうの、最初にメガネつけちゃって後でぼかすっていうスタイルは結構主流ってわけじゃないけど、よく見る。なんかそういうのもあったから、エアブラシ最強なんだろうけど、でもそれじゃ面白くないしね、多分。まあ結局時短アイテムかなと思ってるけどね。ドライブラシ的な感じともちょっと違うけどね。少なくともこの大きさのモデルの世界ではまあそこまで重要ではないかなと。そういえばまた話変わるけどさ、ワンフェスさ、来年に2026年に2月のワンフェスはウルトラ怪獣特集なんでしょ？いや、そうなんだよ。まあ一応行く予定だからね。ああ、僕ね、怪獣好きなんだ。あれ？プロフィールに僕怪獣が好きなんだとか書いてなかったっけ？書いてないよ。書いてないよ。え？どこでも口で言ってるだけ。普通に口で言ってるだけだ。でも、あれだな。ゴジラしか塗ったことない。ガメラ。ああ、ガメラもある。ウルトラ怪獣は。塗ってない。あるじゃん。ある。消しゴム。ウルトラ怪獣消しゴム何個か塗ったことある。マグマ星人だけ残ってるんでどうか。そうそう。メフィラス星人とキング・ジョーは売れたんだよね、塗ってね。それだけだっけ？そうだね。で、マグマ星人だけ売れないんだね。まあ多分メジャーじゃないからなと思うんだけど、マグマ星人好きなんだよな。マグマ星人いいと思うんだけどな。なんていうか子供って怖かったんだよね。結構ね、そういう怪獣いると思うよ。なんかすげえ怖いっていう。
まあ俺やっぱね一番怖かったのが実は初代ウルトラマンで地底人出てくる回があるんだけどまあ実はそれテレスドンの回なんだけどね。おお、そうなんだ。そうテレスドンって地底怪獣だから、ハヤト隊員が地底人に捕らえられて、で地底人光ないところで生きてるから目がないんだけど、テレスドン目あるじゃん。テレスドンはね地底怪獣だけどなぜか目あるんだけど、地底で暮らしてる地底人は目ないんだけど、まあそれなんか目に蓋みたいのついてんだよな。でそれがすんごい怖くてね。昔からテレスドンはさ、地底人とエドシが怖いっていう。わかるかな、エドシ。いやエドシは絶対わかんない。わかんない。エドシっていうのは八尾純一 UFO スペシャルで宇宙人と遭遇した外国人の名前エドシってね。エドシって何？通じないの？通じないの。その番組内でエドシがカーテンを開けたら宇宙人がいたって覗いて小学生で怖くて、エドシを見たっていうナレーションが入るんだけどそれでなぜかエドシってなってる自分の中でね。でまあそういうことでその地底人が怖かったっていう話ねあれそうね、カメラワークとかも怖いんだよその回で。それは大人になってから知ったんだけど、実相寺監督っていう人が撮ってんだけど、実相寺さんの回はちょっと独特なんだよな、カメラの動きとかがね。多分そういうのが怖かったんだろうなと思うね。まあ、ウルトラ怪獣も魅力的なのいっぱいいるんでね、塗ってみたい。何個かあるんだよね、ストックが。あるね。あるんだ。ウルトラマンもあるでしょ。ウルトラマンもあるしね、怪獣もあるんだな。まあ、全然関係ない話しちゃったけどこれは足で終わってんのかなこれ。じゃない？あ、そっか。実は足だけじゃなくて肩も腕も全部同じ風にして塗ってんだけど、多分同じだから取らなかったんだよ。可能性もある。うん。これ一番明るいハイライトかい？多分そうだね。うん。まあ、最後の方でエッジハイライト入れてる時がやっぱワクワクするよね。どういうこと？いや、これは分かっていただけると思うよ、結構。いろんな人こうなんかカチッとなんだよ、エッジハイライト入るとね。これさ、今すんごい筆さ尖ってるじゃん。おだんだん尖らなくなってくるよね。それなる。使い方の問題じゃないよね。まあ結局ね、摩耗だと思うな。さ、筆によるのかな。尖ったまんまさ、どんどん短くなるやつとさ、尖りが全くなくなって平筆になるタイプない？あるかもね。だよね、あるよね。うん、個体差とかなのかね。個体差なのかな。あんまり尖ったまま減ってくって経験ないな。ない？うん。たまーにあんだよね。なんか先端まとまらなくなっちまったってなる。なんかそのまま小さくなった時はなんか自分がすごいうまい使い方をしたのかなと思ってたんだけど。そうかもしれないまんべんなく摩耗するようにでもやろうと思ってできるわけでもないしね。うん。でもあれは変えたよ。筆の水分拭く時とかにさ、キッチンペーパー昔使ってたけど、それだと摩耗しやすいからさ、タオルみたいな布がいいっていうの聞いてさ、テレスドンが着なくなったさシャツ切って使ってる汚ねえシャツ黄ばんだ肌着そうだね、おじさんの汗吸い込みまくったでもなんか変わったかなって言ったらどうだろうって感じがする。まあでもそうだね。違いが分かんないけど、筆、洗った後拭くっていうよりは水気取るだけって感じだな。ポンって置くよね。ゴシゴシはしないよ。ゴシゴシはしないね。ポンポンポ
ポンってやるとさ、この太もものハイライトが気使ってるねこれ。なんだかんだ持ったね。あ喋り続けてたな。ちょっと途中私がお酒を作りに行ってる間、テレスの方は喋るのをやめてしまったけど。うん。あ、ここいいね、ここ。ああ、いいね。あ、ここいいね。あんま見えないんだけどね、ここね。あ、そうなんだ。そう。あ、正面か。いや、正面っていうか、なんていうか、腕とかで隠れちゃってよう見えんのだよ。すねもいいな。あれ、うん、これ前も確か髪の毛の時も言ったけど、この最後の白を調子こいて入れすぎて白っぽくなっちゃうから注意しなきゃならんだ。ああ、言ってたね。そんなこんなで終わりそうです。終わる。はい。ということでまあこんな感じでやってますよと。この今使ってる筆がちょっと怪しくなってきたから変わりよう。私にお下がりに来る？もうかもしれん。いいね。おう、あ、ということで終わったか。はい、ということで今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあテレスノンでした。ひまわりでした。またねー。